Excuse me ダラスの You know me この番組はテキサス州ダラス在住の夫婦マキオとショーンがアメリカで活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日 Apple Podcast と Spotify でシェアしています。質問、リクエスト、コメントなどはウェブサイト exemedalas.com のお問い合わせフォームもしくは各 SNS のダイレクトメッセージにてお待ちしております。本日の湯飲みのゲストはプエルトリコ人のカルロスさんです。お友達なんですけれども、コロナ禍のその家にから外に出れないっていう日々の中で日本語を勉強し始めて、たったこの 2,3 年の間にペラペラになってしまったというとんでもない方です。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。ユニバーサル・スタジオここに来るんじゃないですか。ああ、そうそう、ユニバーサル・スタジオじゃない、ユニバーサル・パークですね。はい、なんか物価高くなるよね。絶対フリスコの、もうちょっと北の、リトルエルムとかプロスパーの方になるんですけれども、ユニバーサル・スタジオほど規模は大きくないそうで100エーカーほどなので東京ドーム 8.5 個分ぐらいなんですが、はい、ユニバーサルパークと呼ばれる地域密着型のファミリーフレンドリーなパークになるというふうにニュースには書かれていました。まだその、詳細までは出てないんですけれどね、どうなるのかね。はい、できたらすごい渋滞渋滞もすごいし、でも人ももちろん来るから活性化するだろうけど、地元民にとってはね。そうですね、今まで多分静かなところなのに、急にいっぱい人が入っちゃったらね困りますよね、でしょうね。ただ4年後かな、4年後と言ってて多分もっと伸びると思うけど、なのでまだまだの話ですね。はい、本日の湯飲みでは、本日はカルロスさんにいらしていただきました。ようこそ。はいはい、カルロスです。はい。ではまず自己紹介をお願いします。カルロスと申します。はい、出身はプエルトリコ人。はい。日本語の勉強2年ぐらい勉強しています。2年2年ぐらい。いやー、もうちょっと私さ、英語をずっと勉強してる身だけどね、なんかもう自己肯定感がだだ下がりなんかもうそんな2年でこんな日本語うまくなられちゃったら、このね、もう中学高校大学とね英語を勉強してきた日本人たちは、もう何なんだろうってみんなね落ち込んじゃうかもしれない。いやいや、そんなことない。本当にその敬語はあまりよく使えないので、本日はタメ口ならなんとか大丈夫。本日はってもう言ってる今日はじゃなくて本日はって言ってる時点でもう全然違うから、本当にすごいと思います。プエルトリコで出身だけど、どうしてアメリカに来たんだっけ？その12歳の時にお母さんが急にフロリダに引っ越したいとか言ったから、12歳の子供の俺はしょうがないとして、こっちに来た。でその時は結構大変だった。だって英語もよく知らないで、結構大変な時期だった。そうだよね。つまり母国語はスペイン語だけども英語も第二言語ってことだね。そうそう、一応そのプエルトリコで英語も勉強してるけど、でもそのスペイン語はメインだからあんまり使う機会がなくて、でこっちに引っ越してからちょっと本番の英語みたいな感じになって、じゃあ今はトリリンガル3カ国語喋って、そういうことになるよね多分。もう一個とか勉強する？いや日本語だと全然もう他の言語の興味はない。そうなの？では本題に、どうして日本語を勉強しようと思ったんでしょう？いやその引っ越しフロリダに引っ越した時に結構大変だったから、その英語よく分かんなくて友達作るのは結構大変だったから、それを考えないよう逃げたかったと思うから、そのアニメとか見つけて、で最初はその英語で見てたんだけど、で話がまだその吹き替えが追いつけなくて、で話が知りたかったから日本語で見始めようと思った。それして日本語の興味津々になって、それがきっかけだと思う。じゃあそのきっかけのアニメは名前がありますか？
子供の時そのポケモンとか見てたんだけど、でもその時はまだこれがアニメの認識がなかった。でなんかそのフロリダ引っ越した時にそのナルトとかブリーチとかなんかそのオンラインコミュニティを見つけて、でみんななんかいろいろおすすめしてもらって、でまあその最初としてはなんかこれがアニメだとナルトとかブリーチとか、それがきっかけ、それがスタートラインみたいな感じになると思う。アニメ、ゲーム、そう ACG そう知ってる？ ACG ってわかる？ ACG わからない。アニメコミックゲームACG っていうのは知らなかっ私た。も知らないんだけど誰が言ってんのそれこういうよういや俺は私は知らなかったんだけどこういうようなオタクのやつがACG どのように勉強しましたか？そのまあ13歳の時からにアニメをずっと見てるから、なんかその聞くだけはまあしてたんだけど今まで。でもその2年前にテキサスに引っ越して、でまたその同じような状況になって、まあコロナもだったし、その誰も知らないで外にも出れなくて、で結構なんか辛い時期だったから、なんかその趣味なんとかしないと出なきゃおかしくなりそうみたいな状況になってて、でその時に BRC っていうゲーム見つけて、でそのゲームでなんかその他の人となんかまあソシャゲみたいな感じで、そのゲームの中でそのオンラインなんか日本人のコミュニティを見つけて、で、日本語勉強しようかなと思って、でそれはまあきっかけっていう。 VRC というだったら Virtual Chat そうそうそう、なんか自分のなんていう浴びたキャラクターをそうそうなん作かってそうでなんか中には違う人をそのままで会話できる。更新しながらゲームする。そうそうそう、なんかそのみんな自分のアバターを持って、あとそのバーチャルヘッドセットみたいなつけて、でそういうなんかソシャゲそうなるとさ、もうなんか調べて送るとかできないからさ、すぐに送らなきゃみたいな、そうそうそう状況だよね。うんなるほど。でもそのゲームがきっかけで、でもその後ちゃんと勉強したってことですか？そうそうそう、なんかゲームの人と出会って、その日本語少し分かってたんだけど、だって今までアニメをなんか聞いてたんだけど、でも実際全然喋れなかった、なんかいっぱいリサーチして、初心者向けの本いくらでもあるじゃん、で選ぶのが結構難しい、だからまずはその YouTube で他の人何をやってるのか調べて、一番人気の本から1個ずつを選んで、でそこからなんか始めた。最初やったのは元気1。スタンダードだよね。そうそう、元気1と元気2、そこからなんか基礎的な勉強して、その後結構なんか難しくなる。だってその初心者向けの本やった後にその次のレベルを見つけるのがそんなに簡単じゃない。なんかそのレベルアップの進路ってなんかこうなかなかどこにも書いてないっていうか、自分で調べなきゃいけないみたいな感じになってるから、まずは、調べて初心者向けの本やった、で YouTube 調べて何かなんかこれ紹介する初心者の誰か出すなとか。今は覚えてないけど、やっぱりなんかその YouTube でその日本語向けの初心者なんか一番人気な本とか調べたらいっぱいなんか出てくると思うけど、個人的には元気1と元気2結構なんか基礎的な勉強できると思う。なんかひらがなカタカナとか、なんかすごく簡単に勉強できると思う。本当になんか優しい本だと思うから、それからだと。そうでもさ、もう基礎はバッチリじゃん。もうその元気1元気2を通して、もうすごいベーシックは完璧だなと思ってて、でもその後のさ発展系をどのようにこの流暢さどっから生まれてる？ BRC でのオンラインコミュニティをなんか見つけて、でその時はみんななんかディスコードっていうアプリで使ってたんだけど、なんか俺が全然ひらがなとカタカナ漢字も読めなくて、でも参加したいの気持ちがすごくあったから、なんか漢字なんとか勉強しなきゃいけないの気持ちがあったから、そのワニガニっていうサイトを見つけて、でそれでなんか漢字をいっぱい勉強して、で元気1と元気2の後どうやってもっと上手くになれるかなんかずっと悩んでて、
そしたらなんかそのテキストからなんか離れようみたいな感じになってその普通の本とか読んだりしてゲームしたりして、日本人といっぱい話したりオンラインで、そのような勉強した気がする。でもなんか勉強って言葉あんまり好きじゃない。だって勉強だとちょっと辛いじゃん、なんかつまらないし、だから勉強より学ぶの方が好き。なんかその学ぶなんかその習い事とか、だって勉強と言ったらちょっとなんかこうつまらないから辛い、そうで、まあ俺は別にいつも勉強してるわけじゃないから、ただなんかそのゲームしたり人と話したり、そういうのはしてる。テキストで学べないことが多いじゃん、なんか人と関わったりの方が、結構いいと思う。普通の本って何だよね。なんか小説とかなんかそのストーリーとか、例えば私は最初読んだ本は日本語でその僕らの中間戦争で、その時なんかその漢字ちょっと難しかったから、でも振り仮名全部振ってあるから結構最初は辛かったんだけど、ちょっと悔しい時もあったんだけど、でもそれを読んで、で次は何だったっけ、鏡の古城っていう本で、その本に振り仮名あんまりなくて、で次のレベルになんかコンビニ人間っていう本を読んで、でなんかそんな風にレベルを1個ずつ上げてっていうか、最近告白読んでるでしょ。告白まだ読み終わってないんだけど、あともう少し読み終わりそう。もう普通にね、日本人でもね、なかなかハードな本で、もう告白って日本で映画とかにもなってるから多分知ってる人も多いと思うんだけれども、いや難しいと思う。いや、その読み終わった後映画を見て答え合わせみたいな感じに見ようと思ってる。そういう使い方があるんだね。そうなんか自分でなんかそのストーリー頭の中で描いたようにちゃんとなんか出てくるかどうか楽しみにしてる。なるほど。では、いろんな勉強を重ねていると思いますが、途中経過どのように進歩を感じました？ 2 年前日本語ほとんどできなかったから、こうやってなんかポッドキャストできるなんてなんか思わなかったけど、気づかないっていうか、なんかある時点でもうできるみたいな感じがする。ただなんかこの本を読んで、そのなんかもっと難しい本読んだけど、でこれはちょっとなんか意外といけるみたいな感じがするけど、でもなんか例えば告白今読んでると言ったんだけど、たまになんかわからない言葉出てくる。それもなんか成長のなんかこう一部になってるけど、でも調べてる時には気づかない、これがなんか成長っていう、調べて覚えて、でまた出てきたらなんかこの本読んだからこそがわかるみたいな感じになる。今までよく会ってきた外国の方で日本語を勉強されてるってなると、大体勉強して読むのは大丈夫ですとか話すのは大丈夫ですとかで、私のこのショーも、話すのは問題ないけれども、あなたも結構書くの苦手とかね、そう、結構みんなそれぞれ弱点があるけど、なんか今話を聞いてるとなんか全てがなんかバランスよくなんかね学ばれてるっていうところが。最初はそうじゃなかったけど、最初は例えばなんか学べることが多すぎじゃん、なんか最初は漢字もできなくてひらがなもできなくて、今でももしかしたら簡単な言葉書きなさいと言われたら書けないかもしれない、だって漢字読めても書くのは別だけど、ある程度書けるんだけど、あと LINE のやり取りとかいっぱいしてるけど、でも手で書くのとなんかスマホを書くのと全然違うじゃん、目標一旦達成したらどこが欠けてるのかちょっとなんか意識してる。だから今度はなんかそっちの勉強なんかしようみたいな。でそのためにいろいろ調べなきゃいけないっていうか、例えば今年小学校6年生までなんか全部の漢字書けるようになりたい手でなんかそれを達成したら中学校の漢字に移動するみたいな、でそのなんか小さな目標をなんか特定して達成して、で次の目標に移動するみたいな感じに、JRPT も目指してます？なんか目指していないけど、でもいつかなんか挑んでみたいと思ってる、JRPT の勉強だとなんかめっちゃフォーカス
感じがあるじゃん。なんか受かるみたいな勉強で、そういう勉強あんまり好きじゃないから、今はしてないけどいつか受けてみたいと思っている。DRP って言って日本語検定のことですね。でももうさ、多分2級とね、 N1 でも受かってると思うよ。そうだよね。うちの夫は一応 N1 をかなり昔に取っているんですけれども、もう全然挑めそうな感じですね。ありがとうございます。日本語を勉強している過程で、もっとこうすればよかったなっていう反省点はありますか？まあいくらでもあると思うけどこんな方でもいくらでもある。まずはもっとはっきりの勉強パターンっていうか、この本をやって次の本をやってでなんかその後次の本をやってみたいな、なんかレイアウトあったらすごく便利だと思うけど、インターネットのどこかでそういうのを書いてたらなんか素晴らしいと思うけど、でもみんながなんかそれぞれのなんか勉強方法があるから、なんか自分に合う方法を見つけるのがとても難しいと思う。だから今の勉強方法を前は知ってたら本当に楽だと思うけど、でもなんかいろいろ試すしかない。なんか最初は、そうだよね。ショーンさんは日本語勉強の反省点。やっぱりひらがなだよね、最初は。どういうこと？ローマ字に頼りすぎ。確かにそれは私もあった。どういうこと？ひらがなをあんまり理解してなかったってこと？中途半端で、なんとなくこれあとかれとねのよく間違ってたんだけど修正せずにローマ字で書けばいいと思って、それはいけなかった。ねとかれとか似てるひらがなを曖昧にしてたってこと？そうとカタカナをそんなにフォーカスしてなくて、あと見たらちょっとこれどういうことと。まあわかるけど、カタカナはなんか漢字よりカタカナ難しいかも。ほら一緒みんなあ一緒だ。とカタカナ英語も結構難しいな。なんか言葉の意味たまに違う。なんか使い方とか。と和製英語と英語とそうオリジナルとか。そうなんかここは「い」なのになんか「あ」になるカタカナにとかよくある。スマートですねとか言ってなんか違う意味だもんね。それはもう日本語勉強すればするほどみんなそれ言うね。カタカナの方が難しいって。そうあと思いついたのは資源いくらでもあるから、なんか本いっぱいあるから、だからたまに何を選べばいいかちょっと困るね。だからなんか最初は一つを選んでそれを最初から最後までやって、で他の本とか見ないでしたらいいかなと思う。最初は本を使ってでなんか飽きてきちゃって他の本に移って、でも初心者だとどの本なんか内容はあまり変わらない。なんか説明なんか仕方変わるかもしれないけど、でも内容時点で変わらないから、まずは何かを選んでそれはなんか最初から最後までやるのがすごく大事だと思う。なんか俺が自分にアドバイスなんかしてあげたらそうすると思う。途中で諦めずにとりあえずまずやってみようと。そうカロスカラオケめっちゃうまいですね。カラオケ好きだね。まあそれもなんか勉強の一種でも一番いい勉強だよね、それはね。発音と漢字だよね。すごい楽しみながら。今後その日本語力をどのように生かしていきたいでしょうか？あんまり考えたことない。まあできれば日本になんか2年とか住みたいと思ってるけど、でもそんなに簡単じゃない。だからこうやって人と話したり、なんかオンラインのコミュニティの人とゲームしたり、まあとにかく日常会話程度コミュニケーション取れるなんか時点である程度満足だけど、できればすごく流暢になりたいけど、でももっとずっと先のことだから、今はそこまで考えてない。今はできるだけで勉強してレベルアップして、でとりあえずそれでいいんじゃないかなって、だって勉強することがいっぱいありすぎて、頭が回らないっていうか、ただ今できることをやろうみたいな感じかな。例えばチャンスがあればなんかジェットプログラムとか参加する。大学卒業したすぐ後に
やればよかったと思ってるけど今はできない。今はもうそのソフトウェアに関しての仕事をしてるから今更ジェットプログラムとかやるのがちょっと無理かなと思う。まあ給料の問題もあるし、でも日本でなんかソフトウェアの仕事を見つけたらいいなたまに思う。まだ日本に行ったことない？行ったことない。今まで行ったことない。だから今年すごく行きたいと思ってる。ぜひね、私たちの周りも何人も日本、何年も住んだこともあるし、方もいるんだけど、喋れないですね。日本人とさ、いっぱい喋ったんだろうなって思う。なんか間のなんかねとかそのとか、そういうね間がねすっごいナチュラル。そのなんか何を言えばいいかそのなんか考える時になんかそのそのいつも、オンラインのまあ毎日のようにその人と話してるからなんかみんなの癖が移っちゃってっていうか、そうなんだろうなと思う。でこれが相手が関西弁だったら多分関西弁になるんだろうな、関西弁の人がいるよなんかそのコミュニティにいっぱい喋ったら映ると思う。いやでもまあ日本語は難しいけど本当に面白い。だってさ日本語でしか伝えないものがあると思う本当に。まあどの言語もそうだけど、でもなんか日本語だと感情を伝う時になんかめっちゃパワフルだと思うんだけど、俺はなんかその感情を伝えたい時に日本語は結構強敵だと思う。なんか英語よりだと思うけど、でも逆に日本語だとみんななんか感情あんまり表さないのに、でも日本語だとなんか感情伝えるの方が強力だと思うけど、おかげさまでとかあれは直接に英語に訳してみないの？おかげさま？おかげさまでしょ？ないでしょ？あなたのおかげでそうなりました。いつもお世話になりますとか。ないよ。そういうなんか4本読んでる間に告白読んでる時とか、なんかこういう言い方あるんだなってなんかすごくなんか勉強になる。そうだよね。訳せないものがねいっぱいあるよね。そうだ、私もさ YouTube とかで食レポするけどさ、なんかそういろんなワードがこれすごいサクサクでとか、なんかこれすごい後から旨味がやってきてとかいろんな表現ができるけど、でも英語だったらクリスピーで終わり。なんて言えばいいかそうなんて言えばいいかな。終わったみたいな。なんかそのオノマトペないから英語。日本語だとなんかこの食感について詳しく書いてるじゃん。あるいは味についてこれさっぱりとか濃厚とかと言ってるんだけど、英語だと it tastes like、it's smoky、これ it's smoky there's a fragrance でなんか全然違う食べ物とものについてのなんていう描写じゃなくて全然違うの形容詞を使って、みたいです。like って感じでつける。そうだよね。じゃあ今その、日本語に限らず言語を勉強している人に何かアドバイス、そうまずは毎日少しだけでも15分でも何かをなんか習うことを勉強することとか、新しい単語でも毎日短い時間でもその勉強に向ければその2ヶ月後とかなんか6ヶ月後1年後2年後とかなんか成長必ず気づくと思うから、それが一番なんか俺が言えるアドバイスだと思う。継続は力なりですね。そう日本語ってやっぱりさ難しいなってどういう時に思った？カタカナ英語とかあと漢字の量もいっぱい無限にあるし、あと漢字が分かってもたまになんかその新しい漢字の組み合わせとか見たことない組み合わせとか、意味が大体伝わってくるけどたまに全然伝わってこない時もあるから、あとその漢字の別々の漢字の意味が分かってもその言葉がそのなんか組み合わせしたら分からないと限らないから、それも難しいと思う。あとことわざとかいっぱいあるし、あとその日本人と話してる間にネイティブしか分からないものがあるじゃん。なんかその日本だけの存在するものとかあるじゃん。ロコル話だよね。
でそれもたまに難しい。例えばさ、この間コードネームっていうゲームしてたんだけど、なんか日本人の友達とで、太陽が赤とかみんな言ってたんだけど、で俺がは赤なんか黄色じゃない、でそういうのが違いがたまに出てくるじゃん。なんか星の色がなんか黄色とか、で僕の頭の中で青みたいな感じがそういうのがたまになんか誤解になるとか、面白いけどね、そういうのがなんか話してる間に分かってくるみたいな、なんか面白いと同時にちょっと難しいなと思う、文化違いあるある。そうそうそう。じゃあ牧山なんかその英語を学んでる時にとか、なんか勉強してる時に一番難しいこととか、そのさっきの日本語のさカタカナが難しい、多分真逆のことで、カタカナが入っちゃってるから、なんかそれをそのまま言っても通じないっていうことがしょっちゅう、例えばもう初めてアメリカ来た時にウーバー乗ってそこのホールフーズまで行ってほしいって言って、ホールフーズって言ってもウーバードライバーに通じないの、ホールフーズだよって言ってもホールじゃないからさ、だからそういうのが発音が分かってんのに通じないっていうのがあるあるある、よくある。日本語の影響の単語、この間の AM と PM。これはね、なかなか私がなんかアポイントメント電話で取った時にじゃあ 2PM に行きますねって言ったんだけど、ショーン曰くそういう時は 2PM って言わない、2 o'clock とか at 2とか、その書くのはね 2PM あるけどコンバセーションで 2PM ってあんまり言わないって、ナチュラルに聞こえないって言われて、そっちの方は2PM って何度も伝そうわらなかったでしょ。向こうもなんか2PM みたいな感じで言ってたから、私もなんでそんな 2PM が聞かれるんだろうって思ってたんだけど、多分それは向こうにナチュラルに通じてないからだよって言われて、いやでもさ分かんないじゃん、そんなの 2PM 通じると思ってさ、みんなどこにも書いてあるしさと思ったけど、なんかそういう自然に聞こえる聞こえないとかもやっぱあるんだなと思って。わかるわかる、よくわかる。逆に俺がその日本語困ってる時に英語の言葉をカタカナにしようとする時になんか逆に通じない。俺がカタカナしようとしたんだけど、でも結局その本当のカタカナの言葉でちょっと違うとか、なんか文字がちょっと違うとか、あじゃなくてえとかたまにあるからで通じない。だから少しわかる気がする、そういうの。なんで言語の勉強はもう 100% これが終わりっていうのがあるわけではないので、皆さんこれを聞いていらっしゃる方もね、みんな勉強されてる方多いと思うんですけれども、カルロスはこのコロナ禍でなんと日本語を培ったというすごい方でいらっしゃいましたが、じゃあ今日はカルロスさん来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。イキズミダラスは YouTube、ブログ、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それではまた次のエピソードをお楽しみに。